はじめまして、キャリーバッグ一つでキャンプしている森風美と申します。普段は一人でも友達とでもいろいろなんですけど、このキャリー一つで公共交通機関、電車だったりバスだったり船とか飛行機とかでいろんなとこにキャンプに行ってます。で、あとアウトドアウェブメディアで女性向けのキャンプアウトドアサイトのナチュガールという、ウェブメディアの編集長をしています。そうだな、キャンプ歴は23年です。いや4年23年です。で、ただそのキャンプ的にもともと家がキャンプする家だったので、物心つく前からキャンプにしたんですけど、自分一人でキャンプに行くようになったのは3年前で、それから以来このキャリースタイルでキャンプするようになりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大学4年生の時に今ナチュガルやっている会社の方と出会って、一緒にこういうメディアやりませんかって話で盛り上がって編集長にしていただいて、でそこからそのアウトドアメディアの編集長としても活動してます。あとはそのさっきお話ししたように、雑誌で取材していただいたりモデルやったりとか、ちょっとタレントっぽい感じになりますけど、カンニング竹山さんのキャンプ動画であの女としてすごいパトったことがあるんですけど、ああいうのだったりとか、あとはちょっとコーディネートだったりとか、キャンプをベースにいろんなことをさせていただいてます。そうですね、キャンプの何でも屋さんみたいな感じになってます。もともと父がアウトドアが好きで、でもそのキャンプがメインというよりは釣りも行ったりするし、海も行くしキャンプもするしみたいな。キャンプ自体は夏に年1回キャンプに行く普通のファミリーキャンパーの子供でしたね。キャンピングカーを持っていて軽キャンパーなんですけど、でそれでキャンプ行ったりとか、こっちの軽キャンパー界隈でキャンプしに行ったりとか、キャンプの時にニジマス釣って食べたりもするし、あとブラックバス釣りに行ったりとか、家が海にすごく近いので堤防釣りしたりとか、割と釣りは身近にあって。今まで一番大きな魚何釣りました？大きいのナマズバス釣りに行った時にブルーギルズだから結局ザコってやつですかね。釣りました。バートンスノボのバートンと、あとビッグアグネスのコラボの店舗で、私これずっとビッグアグネスって気づいてなくてこれビッグアグネスのマークに似てるよねってこの間取材の時に言われて、そうなんですかみたいな。よく読んだらここにビッグアグネスって書いてあって、バートンだとずっと思ったんですよ。 BU だから全然違くて、それでも毎年新しい柄のその柄が違うテントをコラボで出してるバートンの多分キャンプラインのものです。可愛いですね。キノコですかこれ？はい、キノコ柄です。キノコが好きなんですか？そうですね、かわいいなと思って。物珍しいというか、多分キャリーでキャンプする人があんまいないのもあって、テレビ小石優香さん、女子キャンプのにお誘いいただいて「ヒルナンデス」に出させていただいたりとか、あとニュース番組のキャンプ特集とか、あとバラエティーでキャンプの時にこう呼んでいただいたりとかはしてます。なるほど。特にテレビの取材とかだとソロってとこにすごいフォーカスされるから寂しい人みたいになるんですけど、友達とも行くし家族とも行くし、グループキャンプソログルみたいなのもするし、いろいろやってます。このセットはもう何万回嘘ですね何十回撮れてるので、テーブルとか細かく変えたりするけど、テント自体は。そうなんですね。もう1年ぐらい使ってるんですか？キャンプを一人でも行くようになった時に初めて買ったテント、最初のテントなんで2年半とか3年とか、これを基盤にメインにちょっとテーブル変えてみようとか、寒いからこれ持ってこうとかを足したりするけど、基本的に外見はこんな感じです。今月は多分10回とか。10回じゃあもう日帰りも含めてですけど、キャンプ場には10回ぐらい行ってるような。
行くことになるような気がしてます。去年とか一昨年とかは年で50泊とかだったんですけど、ちょっとずつ増えてって、そう今年はどうなることやらって感じです。私がその3年前にキャンプをし始めた頃に比べたら女性のキャンパーの方って増えてて、でまあその家族で行かれる方もいたしみたいな、そこに女性はいたんですけど、本当に女子だけで行く人も増えてる気がします。初めから物を揃えるべきじゃないのかなって思ってて、私はもうこのテントに一目惚れして自分でキャンプを始めたので、最初にテントを買っちゃったんですけど、で失敗しなかったんですけど、結構ネットとかで見てても初めて買ったテントは失敗だったみたいな話もよく聞くから、最初はテントレンタルとか、そのキャンプ場でも借りられるし、可愛いのとか凝ったのが良かったらそういうレンタルサイトとかもあるので、そういうとこでレンタルしてから必要なものをしっかり見極めていった方がいいのかなって、最終的にその方が損しない気がします。私すっごい、まずキャンプ始めた時が大学生だったのもあって、お金もなかったからものすごく調べてから買ってたんですよ。そんなに超失敗したのはないんですけど、なるほど。最初にキャンプを始めた時、このキャリースタイルじゃなくってキャリーカートで行ってたんですね。バッグじゃなくて、美大生とかギター持ってる人とかが引きずってるようなカートで行ってて、でそれを最初に買ったんですけど、テントと一緒になんかその改札がキャンプ道具横長すぎて通れなかったりとか、荷崩れしたり雨に全部キャンプ道具やられたりとかして、だから一番失敗だったのはキャリーカートです。車椅子用のとこしか通れなくって、どうしようみたいな。まず管理人さんが常駐してるキャンプ場だったりに行くっていうのが1個と、あとファミリーの近くにテントを張る。なんか小石優香さんっていう女子キャンプの始められた方がいるんですけど、その方はファミリーの隣に張るとすごいソロで自分がわびしい気持ちになるから、ファミリーからちょっと離れたところっておっしゃったんですけど、私はファミリーの近くにテント張ったりとか、であと、護身用としてそういう最初のとこじゃなくって、なんか起きた時のために、その護身入るのかな、なんかその100均に男物の B さんって売っているんですけど、それをこう寝る前にテントの外に置いとくとか、周りのキャンパーさんって大体多分日中過ごしててどんな方か分かってるし、挨拶もしてたりとか、けど夜中にフラッと入ってくる人が一番多分怖くって、その人のために、その人向けに B さん置いといたりしてますね。防犯ベルはでもあんまり効果ないかなって鳴ってるのも聞いたことないですし、隣で鳴っててもなんだろうとしか多分思わないのでやってないです。あとテントに鍵かける南京錠、一人で行くときはそうですね、南京錠をかけてたりとか、あと一番心が安心するのは枕元にナイフを置いとくことです。なるほど。なんか結局ナイフがあったからといって何ができるわけじゃないし、もう破られて入ってこられたらもうどうしようもないけど、ナイフがあるって思っただけで安眠できますね。そのクッションはお気に入りのクッションですか？そうです。これは何のクッションですか？何なんだろう、キャンプモチーフクッションって焚き火柄とかランタン柄とかいろいろあるんですけど、幼なじみのお母さんがキャンプだよって言って買ってきてくれました。夏ですかね。夏。なんだろう、冬の楽しみもすごい好きなんですよ。焚き火したりとか星見たりとか。けど海が好きなので、海の近く行って泳いだりとか、釣りとかも夏の方が海とかをよく釣れるのもあって夏かな。あと冬の装備ってすごい重くなるじゃないですか、物増えたりとか、これに入らなくなってくるというか、結構移動が大変になるので夏の方が身軽で好きです。毎回買えるようにしてて、キャンプご飯けど、あとあんまり作りたくないんですよ、キャンプ場で。前もって下ごしらえしたりレトルトうまく使ったりしてるから。なるほど。これっていうのがあんまないんですよね。そうなんですね。焼きりんご料理じゃないか。いやもう立派な料理だと思います。アルミホイル包んでシナモンとバターとラムレーズン入れて焚き火にくべて、焼きりんごは
まあ結構してます。気に入ってるというか。気に入ってます。すごい好きです。きゅうり苦手なわけじゃないんですけどね。クックパッド。おお、クックパッド。結構そのキャンプ料理って凝ったものとか特別なものみたいな感じに思われがちだと思うんですけど、割と、やられてる方ならわかると思うんですけど、なんだろう、家と同じようにご飯作れるし、家でできないことはキャンプでもできないしみたいな、結構似通ってるので、そういう意味ではその普通にその日食べたいものをクックパッドで見て調べて買って作ってって持っていきます。へえ、そうだな、運転してくれて設営してくれてご飯作ってくれて片付けしてくれて家も片付けしてくれるデートが理想です。なるほど。じゃあいわゆるおもてなしされたい。されたいと。でもなんか友達と行ったりすると毎回自分がホスト側でもうホスピタリティをこうわーってやって疲れるのもあってソロにも行くので、キャンプデートするなら全部エスコートしてほしいです。なるほど。じゃあ頼まれたらやるけど。世の男性で、はい、女性をキャンプに連れて行きたい人がいるんであれば、まあ全てフルエスコートしろと。そうですね。そちらの方がまあ好感度があるんじゃないかと。うんうん。なるほど。嬉しいなって思います。まあそうですよね。ね。確かに確かに。キャリーで行くこともそうだけど、頑張らない。頑張らない。頑張らないです。ご飯とかもご飯作るぞって思って行った時はご飯をメインにするし、コーディネート可愛くするぞって思った時はコーディネート可愛くするんですけど、なんか1個だけ決めといて、それ以外は文明の利器に頼ったり、近くのご飯屋さん食べ行っちゃったりとか、めちゃめちゃ雑にサイド作ったりとかしてます。欲張らない感じですかね。そうですね。何がメインなのか、釣りしに行ってんのか、海行ってんのか、ご飯作りたいのか、写真撮りたいのかによって結構変わってきます。編集長してるナチュガールとインスタ、ツイッター、YouTube と Facebook は仮想なんですけど、あとキャンピクっていう他のキャンプメディアさんで、昔から寄稿させていただいてて。なるほど。じゃあそういったその記事を書くために、実際に釣りに行かれたりすることも結構あるんですね。そうですね。釣りについてちょっと注釈しておかなきゃいけないんですけど、どうぞ。釣りもその父に連れてってもらってたので全自動釣りだったんですよ。全自動釣りってどういうことですか？全自動釣りで全部仕掛け作ってくれて、垂らして投げてお父さんが釣れたみたいな、パパに全部やってもらうみたいな感じの釣りだったので、釣りに関してかなり初心者です。自分で未だに仕掛けがうまく作れないし、好きだけれども、好きだし楽しいけどどうしていいのか分かんないことのが多いです。キャリーは長いんですけど、これはこの間4月に買ったばかり、3月かの可愛い柄ですね。そう、これすごいんですよ。見ます？見たいです。中がね、よいしょ、ここなんですけど、こうなってて、すごい。これ開けられたらビビりますね。そう、もうこれ見た瞬間に買いました。なんか最初フォロワーさんの、てかお友達のストーリーになんかイベントでこういうのあって可愛いみたいのが上がってて、めっちゃ欲しいって思ったんですけど、東京のイベントで私名古屋にいてその時買えないなって思って、次の日に行く人にツイッターで書かれてましたよね。そうです、そうね、買ってきていただいたんで、そう、これをお願いしますって言って。これはなんかこういうなんですか、アウトドア系のブランドなんですか、メーカーさん。ヨーロッパ発のロアミトスっていうメーカーのピクニックセットなんですけど、ここもその保冷されてて、ペットボトルとかワインボトルサイズなんですけど、ジュースが入れられたりとか、こっちも今食材入れてないですけど、クーラーになってて、クーラーボックス。なるほど。もうここがそう断熱というか保冷になってて、すごいんですよ。まな板もあるし
テーブルクロスとみたいな。ちょっとこのワイングラスいいですね、いいですよね。もうこれだけですごい高級感じゃないけど、確かに。でもテンション上がりますよね。これは何ですか？あ、これは塩コショウでなるほど、基本的な調味料そうですね。入ってて、もうここにわさびとか入れたりしてますけど、はいはいはいまあこれはちょっと斜め上来ましたね、予想も。ああよかったです、はい最近の一押しというかお気に入りというか、まだちゃんと活かせてあげれてないんですけど、なるほど。そう超おすすめです。うんうん荷物少なければただのちっちゃいカバン、貴重品入れだけとか売ってます。いいですよねこれ。はい、めちゃくちゃいいですね。いや、それ普通にかっこいいなっていう感じですね。 4人用もあります。いろんな柄があるんですか？柄はこれリュックはこのタイプだけで、あとトートタイプ、トートの保冷のここがペコって開くやつとか、あとよくあるピクニックバスケット型とか、あと椅子、座れる椅子がついてるこういうピクニックセットもリュックに椅子がついてて、その場でワイン飲めるよみたいなセットもあって完全にじゃあピクニック仕様なんですね。そうですね、おしゃれですよね。さすがヨーロッパ、わかんないけどこのマグカップはあ、はいずっと使ってるんですか？そうなんかいろんな色を買い替えて特定スタッフです。ずっと使ってるんですけど、この下の引くやつはこれは木ですか？木場にあるテントさんっていうアウトドアカフェのオーナーの方からいただいたコースターです。本物の木ですか？そうです。ちょっと焦がしちゃっでも味がねた。うん。いいですね。これも3代目です。何色があるんですか？赤があって、赤はなくしてなくしたんですなくしたんです。でその後黄色買って、黄色はバックパックに外付けしてたらかけちゃって、か？こことここ。なんかあれですか、そのガラス的なやつですか？あ、そう、放浪なんですよ。なのでそう扱い雑にしすぎちゃって、でこの子はすごい今大事に使ってます。野心ですか？野心これ今自分のこと野心って言ったな。そうもともとそのキャンプにハマったのが大学2年生の時で、そこからキャンプ仕事にしたいなって思ってメーカーさんだったり出版社さんだったり普通に就職を考えたんですけど、大学3年生の時にキャンプで1年間休学したんですよ、キャンプをするために。でいろんなとこキャンプして回ってるうちに、それこそキャンピックさん寄港してるところの方からうちで書きませんかってご依頼いただいたり、テレビの方に女子キャンパー取材させてもらえませんかって言っていただいて、もしかしたら仕事にできるかもしれないなって思って感じで、その就職じゃなくってフリーでって言ったらあれだけど、キャンプをメインに仕事を自分でしていこうかなって思って。でもそんな未だにめちゃめちゃ羽振りいいですとかじゃないし、なんなら大学生の頃貧乏だし頑張ってますって感じです。旅ってほど遠征日本一周とかしてないですけど、そうですね、キャンプでいろんなとこキャンプ行ったり、そのキャンプの記事書いたりとかで、なんかどうしていけるかなみたいな模索してました。就職するかしないかも含めて、その時いただいたご縁だったりとかで、今があるっていう感じです。その休学から復学した後の1年がすっごい大変でした。卒論書いたりとか、キャンプして授業行って仕事して記事書いて卒論書いてみたいな感じだったので、ってなった。本当に卒業ギリギリだったんですよ。そう危なかった。入ってました。それもやられてたんですか？はい。でも全然キャンプ関係なくて、軽音楽バンドサークルに入ってて。バンドサークル、そうなんです。何の楽器をやられるんですか？これもちょっと紆余曲折してるんですけど、最初ギターで入ってギターやってたんですけど、全然下手すぎてギターボーカル、ちょっとギターが簡単になるで、ギターボーカルもダメだと思ってボーカルになって、
ボーカルもダメだって思って最終的にリスナーになりました。リスナー。そうだから先輩パート何なんですかって新刊とかで聞かれて、あ、私リスナーなんだみたいなえ、何ですかそれみたいな、聞いてるだけみたいな感じでただただ楽しんでました、ライブを。なるほど、はい、まあとはいえもともとはそのギターもやられてて、ギターボーカルもやられてて、そうボーカルもやられてたんですね。やってたやってただけ、本当やってただけです。なるほど。じゃあまあ音楽が大好きなんですね。そうですねキャンプで聴くんだったらヨギーニューウェーブスっていう日本のなんかバンドなんですけど、すごいまったりとしてて心地いい感じとか、夜になったら藤原宏さんって方を聴いたりとかしてます。目的にもよるんですけど、まあ、釣り行ってたりとかアクティビティしてたり料理作ってたりとかもするけど、まあ、あと自分で記事にしたいものの写真を撮ったり、インスタに上げるもの自撮りだったり置いて撮ったりとか写真を撮ってることも多いです。あとはその近くの温泉施設、ここすごい温泉近いんですけど、温泉行ったりラーメン屋さん行ったり居酒屋行ったりとか居酒屋してます。キャンプに行って、はい、晩ご飯を食べに居酒屋に行く。行きます。それは斬新ですね。そうで結構驚かれるんですけど、結構その旅でキャンプもするので、旅先でやっぱり現地のものっていうか地場野菜とか食べたいじゃないですか。そうすると、まあ、自分で作るのもいいけど居酒屋行って作ってもらって、うわ美味しいみたいな、あもうお腹いっぱい帰ってこようみたいな感じでキャンプしたりとかしてて、ゴミ出たりとか洗い物出たりとかすると本当に10日間キャンプしてたりするとすごく邪魔だし、なんかもう煩わしいだけだから、もう割り切ってそこはご飯食べに行く旅として行って帰ってきてみたいな感じで過ごしてます。なるほど。10日間もされたことあるんですか、キャンプ。あります。一人で10日間キャンプ行ったの沖縄だったんですけど、沖縄でキャンプしてて、で沖縄にいた友達となんか中日にご飯食べたりとか5日目とかご飯食べたりとかもしたし、あとまあキャンプ場の人と会ったりとかもしてたかな。すごいですね。あと雨降った時はホテルに入りました。あ、一旦そうその日は諦めて、今日雨っぽいよって言ってマジかって思って撤収してホテル行って、濡れるとその後が大変だから、無理しないことをモットーにしてます。沖縄ってキャンプ場あるんですか？あります。結構多くて、なんかしかも全部レンタルが充実してるんですよ。なんで行ってその場で全部テントレンタルしてキャンプすることもできるし、私みたいにこういうキャリー持ってってキャンプするのもできて、沖縄の現地の人あんまキャンプしないんですって、噂によるとですけど。でバーベキュー文化がすごい盛んで、ビーチパーティーするようにバーベキューは身近だけどキャンプはそれなりだから、バーベキュー場にキャンプ場がついてるみたいな感じのとこも結構ありました。コーヒーとかも飲むんですか？飲まないんですよ。飲まない。私お酒も飲まないしコーヒーも飲まないくって。お酒も飲まないんですか？何してんのって言われるんですよね、キャンプで。居酒屋に行くってさっきそうで、キャリーキャンプの利点は何よりも飲めることとも思うんですけど、そう私あんま飲まなくってほろ酔いとかほろ酔いで白いサワーぐらいだったらちょっと飲むけど、全然味がわからないですじゃあまあ本当にもう少し、まあ、ちょっと飲めればいいぐらいな感じなんですね。美味しいなぐらいな感じで、酒を飲みに行くんじゃなくてご飯を食べに行ってます。皆さん飲まれるし、朝コーヒーとかすごい憧れるんですよ。焚き火を見ながら自分を見つめて酒を飲むみたいなとか、朝小鳥のさえずりを聞きながらコーヒーを入れて飲むみたいな憧れるんですけど、全部できなくって、なんか他の楽しみを見つけましょう、飲めない方って感じです。ナチュガールの方で記事書いていただいたりあったりとか遊んだりしてるのは、夏キャンプさんかグッピー小杖さんとか荒波ファミリーさんの荒波さんとか、あとアウトドア女子のひみかさんあたりは、まあ、交流があるというか、まあ、ナチュガールの話もするし、イベントで一緒に会ったりとかもしてます。一緒に実際にキャンプに行かれたりすることもあったりするんですか？あります。夏キャンプさんこの間クジラ島の方に一緒に行ってきて、でまた夏にナチュガールズでキャンプしようみたいな話もしてます。ナチュガールっていうものがあるんですね。そうです。ナチュガールウェブサイトナチュガールに寄稿してくれてるナチュガールさんたちってなってます。
そのメンバーは今おっしゃられた4名が。そうです書いていただいてます。なるほど。お世話になってます。よく来てます。タイニーキャンプビレッジっていうキャンプ場で今年で3年目、できたてほやほやのキャンプ場なんですけど、家から割と近いのと、あと電車とバスで来れるっていうのもあって、そうですね、なんだかんだ2月に1回とかは来てるかな。なんか先ほどちょっとオーナーさんの方とお話しましたけど、すごくお若い方でね。そう、私の5個上とかかな。じゃあまだ20代の方なんですね。そうです、はい。すごい優しくしていただいて、私もここだったら安心してソロで来れるし、なんか自分のお気に入りのキャンプ場じゃないけどを見つけて、女子だったら行ったら安心かなって。なるほど、確かにね、人柄すごく良さそうですね。本当優しい。しかもなんかね、鳥もなんかいて、水の流れもあって、そうなんかしっかり整地もされていて使いやすそうですね、女性の方でも。そうなんです。細部もちょっと可愛かったりとかおしゃれだったりとかで、さっきもあれですけど、温泉も徒歩4分、ラーメン屋さんも徒歩5分みたいな立地なので、あと夏かき氷屋さんやってるんですよ、ここで。キャンプ場でかき氷屋さんが。オーナーさんはもともとかき氷屋さんもされてて、その温泉水を使った天然かき氷を作られてて、それがすっごい美味しくて。ちなみにかき氷は何味が好きなんですか？柚子と梅があって、それがすっごい美味しいです。梅かな、梅のが好きだな。梅が好きです。梅珍しいですね。そうなんです。シロップも自家製でジャムのやつ。ちなみに今目の前に、これはなんですかね。エアストリームっていうトレーラーハウスで、これもこことかも使ったりすることあるんですか？使ったことあります。今年の冬にオープンしたんですけど、なんか2019年の2月3月オープンぐらいかな。すごいベッドですね。そう、これすっごい快適でした。中もあったかいんですよ。で、このストーブも入ってて、もう暑いぐらいだからそのキャンプに慣れてない友達と来た時に、私はじゃあキャンプするからここ泊まってとか、じゃあ一緒にここ泊まろっかみたいな感じでバーベキューだけこっちで楽しんで、寝るのはここみたいにしたりとかしてます。すごくいいですね。思っている以上にこの中の設備が整っていて、ああいうなんか椅子とかもあれ手作りですよ、オーナーさん。可愛いですよね。それでここの中もね、すごい洞窟みたいな感じで、すごいちっちゃく狭く見えるんですけど、中入ると壁っていうか隅がないから、角がないから、なんか不思議な感覚です。確かにこう部屋っぽくないですよね。ここがないから、なんか広いのか狭いのか分かんなくて、結構快適でしたね。3人とか4人とかまで行けます。2万円かな。1泊2万円でここと薪もついたかな、焚き火台とテーブルと、あとランタンとか、そのキャンプセットみたいな感じで貸していただけます。それでここでなんかこうお酒飲んでたりとか、飲まないけど、なるほど、カウンターそう僕使ってたりとか。週末とかここのキャンプ場って結構人埋まるんですか？埋まりますというか、ここ見ていただいて分かるし、名前の通りなんですけど、タイにすごい小さいキャンプ場なので5組限定なんですよ、1日から。もう土日の予約はこの間連絡した時ってもう7月まで埋まってるみたいな。7月まで？はい取れないねみたいな。ここだったら空いてるかもしんないけどみたいな感じでおっしゃってて、そうすごく人気ですね。なんか小ささが落ち着くっていうか、広いキャンプ場だとなんだろう、変な人がいたら分かんないっていうか、でもここだったら中村さん、オーナーさん、ここだったらオーナーさんになんかどういう人なのか多分教えてくれるし、私はでなんかその挨拶しとけば昼間とかになんか変な人が出入りするとこでもないから、道路に面してないし安心なるほど。キャンプしやすいですね。いいですね、すごく重要ですよね、女性の方にとって特に。最終的に私キャンプ場をやりたいなと思っていて、っていうのもそのキャンプをしていた休学期間中になんかそのメディアで働いたりとかもしてみたんですけど、数字で物事が返ってくるのものすごく苦手で、 PV 数だったりとか、なんか
お金だったりとか、それよりもなんかこう誰かに会って話したりとか、目の前の人が楽しくしてるのが一番好きだったので、キャンプ場やりたいと思ってたんです、その時点で。でキャンプ場やりたいからどうしたらいいかなと思って、でも私あんまキャンプのこと本当には詳しくないなと思って、その修行じゃないけど兼ねて今こうフリーで、キャンプを仕事にしていて、で、ゆくゆくは自分のキャンプ場を持って、本当にこういう感じのちっちゃいキャンプ場でいいんですけど、いろんな人に楽しく安心してキャンプをしてもらえるようになったらなって夢見てます。なんかやっぱ気軽さ、私がかなり面倒くさがりな性格もあって、誰でも気軽にできるっていうのはやっぱ大事にしたくって、レンタル品だったりとかもちろん充実させて、可愛いのも揃えたいし、なんか自分色にしたいって言ったらすごいおこがましいんですけど、もともとシルバニアファミリーとか動物の森とかああいうのがすごく好きだったので、キャンプする人が楽しめる空間、すごいぼやっとした話なんですけど、を作れたらなと思ってます。私がちゃんとお客さんの顔を見て楽しんでもらえるようなキャンプ場にできたらなと思ってます。なるほど、それは皆さん楽しみにしてると思います。いつできるのかとねお金かかるなって思ってでもなんか単純に僕が感じるのが、やっぱこういう風にご自身でキャンプ場をこう開かれてる人結構多くないですか、最近。増えてますよね。なんかね、そうずるいな、大人ずるいなって思ってた大学生の時頑張ります。そう頑張んなきゃ。ありがとうございました。ありがとうございます。ゲーム、最近はゼルダずっとやってます。ゼルダ、ブレスオブザワイルド。ゼルダってすごい僕のちっちゃい頃やってました。本当ですか。ゼルダ割と昔から好きで、ムジュラの仮面とか。今も更新されてるんですか？更新というか新しいの出てます。スイッチでゼルダ出てて、それやったりとか、あと桃鉄したりとか、友達と桃鉄とか、桃鉄でもファミコン版でやってる、すごいメインだけどビビッとすぎてとか、スプラトゥーンもやってるし、塊魂ってゲームがあって、それとか塊魂、全部のもの巻き込んでボールにしていくゲーム。それなんかネットで見たことあります。めっちゃ面白いんですよ。もう転がるやつですよね。そうですそうですそうです。こういうちっちゃいものから転がして巻き込んでいって。スマホゲームですか？スマホでもあります。移植されいろんなところに。でもうこういうのも最終的に巻き込めて、最後島とかも巻き込めるんで、もう塊魂やってる期間はあれ巻き込めそうみたいな、全部それに見えます。ちょっと教育に悪そうですね。子供がやると人も巻き込めちゃうんで、車とか。すごいな。こんなのがあるんですね。で、あとボードゲームもめちゃめちゃします。ボードゲーム。最近流行ってますよね。ボードゲームってなんかそのカタンっていうドイツでボードゲームすごい盛んなんですけど、いろんなタイトルの人生ゲームとかトランプカードゲームっぽいのだったりとかいろいろあって、それをやってます。キャンプの夜とかはおすすめ。一人でできるんですか？一人でできるの持ってます。そうなんですね。いろいろあってソリティアじゃないけど、一人でできるタイプのああいう感じのボードゲームもあったりとか。